Designer Hub。 今回のテーマは建築の7棟とベネツィアの石ラスキンの建築物批評についてです噛みそうだったね。なんか何回か名前出てるんですけど、ベネツィアの石の石はストーンですね、でまずは、建築の7棟について話していきたいです、これは1849年に書かれたやつで、その彼の建築思想について、メインで書かれている本、で7棟っていうのが、これも漢字がちょっと難しいんですけど、7つの灯火ですね、火に登山のと登るって書いて明かりっていう字あると思うんですけど、あれで7棟、でこの7つの灯火がそれぞれ犠牲の灯火、真実の灯火、力の灯火みたいな感じでバーってあるんですけど、7つの彼が大切にしている価値観みたいなものがあって、それが章の名前になってるんですよ、第1章犠牲の灯火みたいな感じで7つあるっていうものです、でなんか割とキリスト教色出てるなって思ってて、第4章美の灯火とかだと、神が作られた完璧な美である自然に倣った装飾をしなくてはならないみたいな価値観があったりとか、かなりキリスト教色は強いなって思って見てます、でこれが前々回か前々前回ぐらいに話してた、福音主義、幸福の福に音と書いて福音主義、プロテスタントの色合いがかなり強く出ている作品で、こういった建築物関係のそういう本を書いてた人っていうのは他にもいたらしいんですけど、その彼は旧約聖書も新約聖書も完璧に聖書を把握しているので、その福音主義的な話の進め方っていうのが上手で、みんなから共感を得やすかった、聞きなじみのある語り口で本を書いていたっていうことですね、で僕はちょっとやっぱ聖書読んでないからわからないんですけど、実際に偉い人から説教されてるようなはいはいはいってまず聞いちゃうような、そういった内容だったっていうふうに言われてます、で彼がこの著作の中で言ってる言葉なんですけど、自然を模倣しているから美しいのではない、ただ自然の助けなしに人間の力だけで美を生み出すことは到底できないというだけのことであるっていうふうに言い切ってて、これが前々から僕が話してたその神の作る自然に対する絶対的な信頼っていうのが見受けられるなというふうに思ってます、なので結局その人間が作る美術系の芸術品っていうのは、神が作ったその美しいものを借りてきて表現しているだけっていう、彼の基本スタンスがありますよね、でこの後ベネツィアの石についても話すんですけど、この2つの作品の中で彼は一貫してそのゴシック建築っていうのを称賛しています、絵画でいうとこのロマン主義を彼はいいって言ってて、建築においてはゴシックがいいって言ってる、でそのゴシックに反対するものとしてルネサンス様式っていうのがあるんですけど、でこれももうすでに一貫性ありそうですよね、そういった、内容になります、でベネチアの石の方がもうちょっと具体的な内容なんで、そっちに話を移していきたいと思ってるんですけれども、この時多分30代前半、20代後半から30代の著作になってて、多分彼の中で建築に対する興味が強く湧いてた時期だったのかなっていうふうに思ってて、建築の7棟を書いた後にもすぐにベネチアの石の執筆に取り掛かってる、でちなみにこの時も、並行して近代画家論はどんどん書いてってるんですよ。2巻3巻4巻5巻って、本当に、とんでもないスピードでいろいろやってるなっていうふうに思うんですけど、ベネチアの石の方は建築の7棟に比べて、より建築論っていうのをなんか文化とか宗教とか政治とかと絡めて話してるっていう特徴があります、さっきの話からも分かるように建築の7棟ってかなり俺の思う建築みたいな要素が強かったんですけど、ベネチアの石からはもう少し具体的なベネチアにあるその建築物をどう分析してそこから何が分かるのかみたいな、そういった話になってきます、かなり僕もなんか読んだんですけど、すごく詳細に書かれてて、屋根とか柱とかそれぞれの各部分についてめっちゃ掘るみたいな、こういう掘り方があってみたいな、こういう装飾の仕方があって、これはこういった背景があってみたいなのをかなり事細かく書いているっていう感じですね、
でなんでベネツィアなのかっていう話をちょっとしておきたくて、ベネツィアって旅行先として人気ですけど、なんか歴史的にどういう場所だったかっていうのあんま知らないんじゃないかなっていう、みんな習わないですもんね多分世界史でね。習わないね。なんか今でこそイタリアの一部として有名ですけど、昔国だったんですよねベネツィアって、ベネツィア共和国っていうのが1000年以上、7世紀後半690何年かな確か、から、1000年以上ずっとベネツィア共和国っていうのがあったっていうふうに言われてて、アドリア海の女王っていう異名を与えられるぐらい、あれですね、イングランドと同じ海洋国家だったっていうのがあります。アドリア海ってどこか分かります？全然分かんないです。イタリアって半島じゃないですか、イタリア半島、東側にある地中海ではあるんですけど、そのイタリア半島の東側にあるこの細長い海域のことをアドリア海って言うんですけど、そこに君臨してた共和国だったっていう、ずっと共和国っていうのも面白いですよねこれ、王政じゃないっていう、のも特徴的かなって思うんですけど、ベネツィア共和国っていうのは特に15世紀に絶頂期を迎える、芸術も栄えたっていう、今のこのラスキンの時代って、どんどんアジアとかアメリカとかいろんなところにこう船を出していってるじゃないですか、ただ当時15世紀ってまだ地中海貿易が中心だったんですよね、コロンブスがアメリカ大陸ようやく見つけたぐらいの時代なんで、そっちで覇権を握ってたっていう、そんな国です。でこの国がラスキンの生まれるちょっと前に滅亡しちゃうんですよ。1797年、僕の生まれる200年前なんですけど、ちょうどそれを潰したのがナポレオンっていう、だからナポレオンって本当にね、いろいろヨーロッパ中で、戦争のきっかけにやっぱなっちゃってる、どういう順序でっていうのはちょっと分かんないんですけど、とりあえずナポレオンによって滅ぼされちゃったって、この後がなんかやっぱややこしいみたいで、ナポレオンが滅ぼしたからって言ってフランスの傘下に入ったとかではなくて、なんか臨時政権ができちゃったりとか、それとオーストリア近いですよね、イタリアと、そこといろいろ揉めたりとかで、もうこの辺り一帯がすごく戦場になってしまった、っていうので荒れ果ててしまったっていうのがまさにラスキンの生きた時代、彼がベネツィアの旅行とか行ってるんですけど、その時には多分その映画を誇ったベネツィア共和国のなんか残骸みたいなものがあったっていう状態ですよね。で、壊れたままほったらかしにしてた建築物もあったりとか、また修復っていう風に言って、直してはいるんですけど、割と適当に直したことにしちゃっているみたいな状態があって、そこにラスキンはブチ切れてたっていうそうなんね、っていう感じになります、でラスキンがなんでベネチアを取り上げたかっていうと、さっきも言ったように同じような海洋国だから、自身の出身のイングランドと重ね合わせて考えたわけですよね。でラスキンって、そのベネチアの石の冒頭で、なんでこの書籍を書くのかっていうことを説明していて、で彼は3つの国を挙げるんですよね、テュロスっていう、僕もちょっと初めて知ったんですけど、テュロスとベネチアとイングランドを引用するんですよ。でテュロスっていうのは紀元前にあったすごく古い国なんですけど、今のそのレバノンの方にあった、だから地図上で言うとなんていうのかな、イスラエルとかあの辺ですね、地中海に面してる、地中海の東側、めっちゃにあったフェニキア人の海洋国家っていうのがあったらしいんですけど、それとベネチアとイングランドを比べます。でテュロスってもう彼の時代から見てもすごく古代の国なので、もうすでに記憶の中にしかないですよねっていう、遺跡しか残ってないですよね、でベネチアは廃墟になっちゃってますよねっていう2つのこの先輩たちですよね、海洋国家としての先輩たちの歴史に見習わないと同じような道たどっちゃいますよねっていう、警告なんですよ、彼の言いたかったことって、で冒頭に書いていることで引用してきたんですけど、私はできうる限りあたかも響き渡る鐘の音のごとく次第に力を増しながらベネツィアの石に打ち寄せる波の一つ一つが発するかと思われる忠告を記録せんと努めるつもりであるっていうふうに言ってて、割と危機感高めですよね。ここの表現で分かるのが、自国の崩壊
していく予兆というか、危険性みたいなのってまだまだ小さくて、石にちょっとずつこう打ち寄せる一つ一つの波ぐらいの強さしかないんだけど、それって実はとっても大きなことで、彼の根ぐらいに自分が拡大して伝えるよっていう、そういう意思が見て取れるかなという。割と覚悟は決まってますよね、ラスキンの中では。周りは気にしてないけど自分の中で大事みたいな感じだったんじゃないかなって思ってます、はい。で彼がその芸術の移り変わりからベネチアのその衰退を見てみるんですよね。でベネチアがその衰退していったトリガーとして、その建築様式がそのゴシックからルネサンスに変わっちゃったよねって、それがトリガーだったよねっていうふうにラスキンは考えていて、はい、つまりラスキンがいいと思ってるゴシックから、ラスキンがダメだと思っているルネサンスに変わっていったってことですよね。これがそのイングランドでも同じようなことが起きてるよねっていう話を彼はしてて、はい、つまりそのルネサンスと新古典主義を重ね合わせてるんですよね。イングランドもそうだし、ヨーロッパ中でその芸術に対する価値観みたいなものが大きく揺れ動いていた時代だったと思うんですけど、その中で間違った方を選び取ってしまうと、この国もベネツィアと同じように滅びていくよねっていうのが彼の危機意識。なるほど。本当忠告として書いているっていうのがあります、はい。じゃあ何が違うねんっていう、ゴシックとルネサンスっていう話なんですけど、はい、一言で言うと、建物を建てている、作っている職人たちがいるわけですよね、その作ってる側の人間たちが生き生きとものづくりできているのかっていうのを彼はすごく大切にしていて、それができるのがゴシック、できないのがルネサンスっていう風に言ってるんですよね。でゴシックって実際にちょっと聞いてる人も調べてみてもらえば分かるんですけど、なんかすごく複雑な作りをしてて、なんていうのかな、柱が1本あったとして、はい、そこにいろんな彫刻がされるじゃないですか、でそれが何本も何百本も集まって建物を支えるみたいな、その柱一つ一つに細かい彫刻みたいな、人とか植物とか花とかみたいなのが彫られてるんですよ、はい、でそれぞれの柱をじゃあなんか1人が担当したとして、それが何百本もあると何百人必要なわけじゃないですか、その作る側からしたら、その目の前の一つの柱を作っていて、そこに自分を表現するっていう喜びがあるんですよね、そこに。なるほどね。が結果大きな建物を作っているっていう構造なのに対して、ルネサンスってもうちょっと階級制度的というか、上から言われて作るみたいなものがあって、これって新古典主義と一緒なんですけど、規律正しく全部整頓されていて、計算で弾き出された、長さ角度みたいなので、もちろんゴシックもちゃんと建築物だから計算されてたと思うんですけど、割と人間性を無視したような作り方をするっていうのがルネサンス様式、画一的だったみたいな、コピペみたいな感じですよね、ひたすら、っていうのがあったらしくて、ラスキンからしたらそれはゴシックの方がいいよねっていう見方をしてたっていう感じですね。今でも残ってる建物でいろいろね、ゴシックとルネサンスの例っていうのはあるから、見てみてほしいんですけど、ケルン大聖堂とかがゴシックなのかな。そうなんだね。サンタマリア大聖堂とかがルネサンスみたいな、ちょっとこれもまた調べてみてほしいんですけど、ちょっとね、日本に住んでる僕らからしたらあんま馴染みがないから、こういったものって難しいんですけど、ラスキンはそのように考えていた感じです、ここまで建築の7棟とベネツィアの石について見てきたわけなんですけれども、その2冊に一貫して彼が持っている建築物に対する考え方、ちょっと出てきましたけど、労働に対する考え方について整理しておきたいなというふうに思います、まず、建築物に対して彼がどう思ってたかって話なんですけど、まず建築物って世代を超えて残りますよね、物理的に、そうだね、だからある世代から次の世代へ受け継がれる遺産として彼はまず捉えていて、しかもその建築物っていうのはその当時の社会がどのようなものだったのかっていうのを色濃く影響を受けて作られると思うので、それが立った時の社会がどのようなものだったのかっていうのを残すことができるよねっていう話をしていて、だからこそ彼はそんな簡単に崩れないものを残すべきだみたいなことも言ってるんですけど、これって後に
彼が建築物に対する保護運動とかをやったりするんですよね、そういったところにも通じてくる価値観としてあるなっていう、で、なんか僕はこれ勉強してて面白いなと思ったのが、多分絵画とかに対しても同じような価値観を持ってるんですよね。もちろんスケールは違うんですけど、基本スタンスなんか残すべきだみたいなのをすごく彼から僕は感じていて、なんかそれってなんでなんだろうっていうのは思うんですけど、絵画にしろ、絵画っていうのはそれこそここで言うと風景画の話なんで、美しい自然っていうのを、そのありのままを残したものとして多分彼は絵画を捉えていて、その風景がもしこの先の未来なくなったとしても、その絵画が残っていて、それが自然のありのままを描いたものなのであれば、それって歴史的に残るわけですよ、風景が。そうだね。そこに多分価値がある。なぜならその美しい風景を見た時に、人の感情が動くわけじゃないですか、感じるこの感動とか神聖なものに対するこのうわーっていう湧き上がる感情っていう、そこにすごく価値があるっていうふうに彼は思っていて、でこれと同じようなことを建築物についても彼は思ってたんじゃないかなっていうふうに、その風景を写し取ったものを絵画とするなら、その時代とか社会性を写し取ったものが建築物であるっていうような見方をしてたんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこのなんか残すべきかどうか議論って未だにあるじゃないですか、伝統工芸品とか。そうだね。伝統産業なんかこの辺りの話はまたちょっと今回文脈違うんで割愛しますけど、いろいろとラスキンを引用して考えるの面白いかなっていうのは思いますね。で労働に対する考え方、これが多分割と特殊なんですよ、時代性を考えると、どっちかというともうね資本主義万歳の時代に入ってるので、いかに効率よくものを作れるかとか、経済的な合理性を高められるかっていうところが本来議論されるところじゃないですか。そうじゃないっていう、ここがアダム・スミスとの違い。そうだね経済学の話になるとね、もう全然違うこと考えてるっていうのが面白いんですけど、すごく印象深い一節があったんで、ベネツィアの石に書かれていることを引用してきたんですけど、思考が健全なものになるのは労働によってのみである、そして思考によってのみ労働は幸福なものとなるのであり、この2つを引き離すことは必ずや犠牲を伴う。ちょっとごちゃっとしてるけど、ちょっとごちゃっとしたね。まず思考が健全であるべきですね。で思考が健全になるのは労働できるからですよね。でその労働っていうのもまた思考があるから幸せなものになるっていう2個同時にないとダメだよねっていう話なんですけど、やっぱりそのラスキンから見た時に絵画もそうだし建築もそうだし、やっぱりその時代背景的にやっぱここを分離して考えるのがスタンダードだったわけですよね、思考と労働を分けて考える。そうですね。多分その思考と労働を分けましょうという自覚すらないみたいな、当たり前みたいな感じだね。勝手に労働だけ切り離してる、つまり思考がない労働ってつまりつまんない労働なんですよね。そうだね。そう思考がないと労働は幸福なものじゃないって話ですよね、彼が言ってるのは。基本そうじゃないですか。そのさっきの工場の話とかもそうだし、この時代の労働者っていうのは基本的にやっぱり思考が伴わない労働っていうのをさせられていた、それってダメだよねっていうのがラスキンの言いたかったところで、労働についてもそうだし、これをじゃあ絵画描くことについて考えても同じことが言えますよね。国が推奨していた新古典主義、多分行き過ぎた新古典主義って感じだと思うんですけど、っていうのはそれこそラファエルのように書いておけばいいんだっていう乱暴に言うとね、そういうことじゃないですか。だからそこには思考がないんですよね、だから問題だっていう話をしています。なのでその建築の7棟でラスキンが言ってるのは、その建築に関わる、実際に彼の時代にもいろんな建築が建ってるわけですけど、それぞれの建築に関わる労働者たちがそのまさにロマン主義の芸術家のようなやりがい、自分の湧き上がる感情を優先して描く、でもそれは自然に即しているっていう、これってすごくなんか自立してて独立してますよね。そうだね。なんかそういった感覚でまず建物と向き合ってほしいっていう、それが健全な状態だよねっていうのは、
彼の言いたかったところ、これまたちょっと別の言葉引用してきたんですけど、全ての装飾に関して次のように尋ねることは的を得ている。それは喜びを持って行われたのであろうか、つまり彫刻家はその彫刻に取り組んでいる時に幸福であったのだろうか。いいことこの時代に言うっていう。むずいよね。そんなことをしてらんないでこうね、お金を稼がないととかさ、そういう感覚のがスタンダードだからね。まあね、裕福だからってのあるかもしれないですけどね、彼がね。確かにね、それはあんのか。まあ多分そこの裕福な家に生まれたなりの自分の役割として、考えたところはあると思うんですけど、逆にね、現代にこういうことってようやく考えられ始めたというか、そうですね、のはありますよね。僕らデザイナーは割とみんな好きで仕事してるっていうかね、そうだね、基本的にね IT 系のね、その中でもあるわけじゃないですか。ありますね。なんだろう、とりあえず上から言われたこの画面のなんかこの UI やってって言われて、それって本当にその人がやりたいことなのかとか、ワクワクして仕事に挑めてるのかみたいな、そうワクワクしてできてるかみたいなんてね、言葉を変えるとそういうことですよね。めっちゃ大切だよね、これは。今のね時代の起業家っていうのは、そういうのをね考える人の方が多いのかなとは思うんですけど、この時代でも彼はそういったことを考えていたっていう話ですね。もうすでにいいね。そうなんか一貫性えぐいっすよね、ここまでで。絵画の話もそうだし、ここの建築の話もそうだし、でこれがこのあと教育とか、経済学とか環境の話に移っていくんですけど、そこでもこのようなラスキーの哲学っていうのは常に根底にあるものとしてすごく一貫性がある意見を彼は言ってるなっていうふうに思ってます。建築についてはこんな感じで、次にあれですね、労働者教育の話に、そう彼は労働者を教えるんですよ、働いてる人、でちょうど人生の流れ的にも FE と分かれてみたいな、ある程度自分は成功をすでに収めていて、もう全然食うに困らないですよね。親も裕福だし、ちょうどこう立ち止まって考えれるタイミングに来たわけですよね、彼的には。その上でじゃあ彼がどういう道を選んだのかっていうのが教育だったわけですけども、今の時代にもちょっと似てるよね。いろいろやってきてさ、マネジメントをしましょうとかね。一旦EXITした起業家が、じゃあどうするみたいな、ちょっと地方に帰ってなんかやってみるかみたいな、分かんないですけど、そういうのと近いのかもしれない。なんかずっと風景とかね、その外国の建築物とかのことをずっとやってたから、一回足元のロンドンの労働者に向き合ってみようっていう、いいですね、感じですかね。じゃあ今回この辺で、次回は教育の話をしていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。